今回はロジックパズルのリッツのルールを説明していきます。問題を解きたい方は概要欄にリンクが貼ってあるので、そちらから解いてみてください。それでは左側にあるプレイヤーの説明からしていきます。操作方法は1ボタンにしていて、入力モードは自動にしています。条件を満たした領域に背景色をつけるというところのチェックは外しています。矢印を見てください。マスの上でボタンを押すと黒マスになります。もう一度ボタンを押すと小さな点になります。さらにもう一度押すと白マスに戻ります。ここからはルールの説明をしながら例題を解いていきます。1、太線で区切られた部分、ブロック、それぞれに黒マスが縦横に4つつながってできたピース、テトロミノと言います。を1つずつ配置しましょう。太線で区切られた部分がブロックになっていて、左上に4マスのブロックがあります。その下に5マスのブロックがあって、右上にも4マスのブロックがあります。隣に縦長のブロックがあります。真ん中にも大きなブロックが1つあります。そして、このブロックの中にあるマスを4つ黒マスにしていきます。左上の4マスしかないブロックはすべて黒マスになります。右端にある縦長のブロックを見ていきます。1、2、3、4、5、6と6マスの中から4マスを黒マスにしないといけません。この時にブロックの中で離れた4マスを黒マスにしてはいけません。ブロックの中の4マスは縦横につながっている必要があります。次にルールの2と3を飛ばして4を読んでいきます。黒マスを 2×2 以上の塊にしてはいけません。2×2 の黒マスの塊がどういうことなのかというと、例えばこのマスを黒マスにしてみます。するとこの1、2、3、4マスが 2×2 の塊になっていることになります。これがルールの4で禁止されていることです。なのでこのマスは白マスになるということがわかります。ここには小さな点を置いておきます。この小さな点は白マスであるということが確定したという意味になります。右上のこのマスも黒マスにすると 2×2 の塊ができてしまうので、ここにも小さな点を置いておきます。下にある5マスのブロックを見ると、1つ白マスが確定しているので、残りの4マスを黒マスにすることができます。2×2 の黒マスになるところがいくつかあるので、白マスであると確定させていきます。右上にある4マスのブロックもすべて黒マスにして、2×2 の黒マスになるところを白マスにしていきます。真ん中の大きなブロックに含まれているこの2マスは白マスに囲まれていて、黒マスを4つ入れるスペースがないので、白マスであると確定できます。右端の縦長のブロックをもう一度見ていきます。上から4マス黒マスにしていくと 2×2 の塊ができてしまいます。なので一番上のマスは白マスであると確定できます。2番目から黒マスにしていっても 2×2 の塊ができてしまうので、ここも白マスになります。残りが4マスになったので、すべて黒マスにします。ここでルールの3を読んでいきます。すべての黒マスは縦横に一つながりになっていなければなりません。今、右側に黒マスの塊が1つあって、左側にも黒マスの塊が1つあります。この2つの黒マスの塊を黒マスでつなげて、最終的に一つながりにしないといけません。例えば、このように4マス塗って一つながりにしてみます。
すべてのブロックが4マスの黒マスで埋まったので、チェックボタンを押してみることにします。すると、同じ形のテトロミノが接していますと注意されてしまいました。回答を一旦消去して、ここからはテトロミノについて説明していきます。テトロミノとは、ルールの1に書いてあるように、黒マスが縦横に4つつながってできたピースのことを言います。例えば、このように L の形をしたテトロミノがあります。そして I の形をしたもの、T の形をしたもの、S の形をしたものがあります。四角い形をしたテトロミノもありますが、これは即座にルールの4を破ってしまうので、このテトロミノを使うことはありません。なので、L、I、T、S と、この4つのテトロミノを使っていくことになります。そして、このリッツというパズルは、これら4つのテトロミノをブロックの中に1つずつ配置していくというパズルになっています。例題をもう一度最初から解いていきます。やっていることは同じことになるので素早くやっていきます。先ほどはこのように黒マスをつなげて間違っていると言われました。ここでルールの2を読んでみます。回転あるいは裏返しをして同じ形になるテトロミノ同士が辺を共有するようにしてはいけません。ここに I のテトロミノ同士が太線をまたいでつながっています。これがルールの2を破っていることになっています。すべてのテトロミノは違う形のテトロミノ同士でつながっていないといけません。これがルールの2を言い換えた意味になります。このマスから黒マスをつなげたことが間違いだったので、ここを白マスであると確定させます。左側の黒マスの塊の出口は、このマスしかないので、ここを黒マスにします。黒マスを一つ伸ばして、どのようにつなぐかを考えてみます。右側に I の形のテトロミノがあって、左側に T の形のテトロミノがあるので、その間を S か L の形でつながないといけません。S の形でつなごうとすると 2×2 の塊ができてしまいます。なので L の形でつないでみることにします。そしてチェックボタンを押すと正解になりました。左上から S、T、L、I、T とすべてのテトロミノが違う形で一つながりになっています。最後に条件を満たした領域に背景色をつけるというところのチェックを入れるとどうなるか説明します。白マスだった部分が緑になりました。回答を消去するとすべて白マスになります。ブロックの中の4マスを黒マスにするとそれ以外の部分が緑色になります。この設定を入れた方が問題を解きやすくなるのでおすすめします。ここからは問題と答えを表示して終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。